ダイソーで新商品のボトルスタッキングマットを買いました。セリアでも販売されているようです。冷蔵庫内でコロコロ転がってしまうペットボトルや缶のストックを転がらないようにひとまとめに収納しておけるアイテム。耐冷温度がマイナス20度なので冷凍庫でも使えます。凹凸になった仕切りがあり、ここにドリンクを置いて固定しておけます。材質はかなり柔らかいポリエチレン。しっかりペットボトルが固定され、想像以上にピタッと収納できました。2段で重ねられるので、デッドスペースの有効活用にもなります。ただ、構造上、下に積んだドリンクは取り出しにくいです。下のものを取るときに上のものを出さないといけないので、同じ種類のドリンクをストックしておくのに便利なアイテムです。また前後にスペースが結構空くので、例えばこのマットを前に出した場合は後ろ側のスペースがもったいないです。次にご紹介するのがダイソーのスプレーホルダーです。クローゼットや浴室、洗面周りでスプレーを吊るしておけるものです。このように両側のアームの間に入れ込んでかけるタイプのものなので、どちらかに傾かず安定した状態でかけることができ、重さでアームが折れたりスプレーが落ちたりする心配なく使えます。フックは360度回転するので、どの方向からもかけ外しがしやすいです。次にご紹介するのがダイソーの貼れる取っ手です。自宅にある収納ケースに貼って引き出しやすくできる便利アイテム。取っ手は可動タイプなので、使わないときは畳めて邪魔にならないのが特徴です。取り付けに適したボックスは凹凸のないプラスチック、ステンレス、金属などです。中身を含む 2.5kg までの収納ボックスに使用できます。今回買ったのは大サイズの方で2個入りですが、一回り小さめサイズの3つ入りのものもあります。こちらはキッチンで使っている収納ケース。クリップをたくさん入れてるのですが、これを出しやすくしたいです。
使わない時には畳んでフラットになるので場所を取りません。また棚の上の方に置いてる化粧品ボックスも高くて届きにくく、取る時に不便さを感じてました。取っ手が畳めるのでクローゼット内の収納ボックスに取り付けても扉が閉まらなくなることもありません。ダイソーで珪藻土配合の計量スプーンを買いました。大さじ小さじ両方測れる一体型になった計量スプーン。珪藻土が配合されているので調味料ケースに入れておけば湿度の調整も期待できます。無駄な長さがなくスリムなので小さめ容器にも入れておけるのがとてもいいです。私は砂糖を入れてる容器に使いたくて買いました。もともとこちらの容器は小さじ1が測れるスプーンがついてますが、大さじで測りたい時も多く、結局別で用意しないといけなくて不便さを感じてました。これなら両方測れる上、珪藻土で湿気対策にもなって一石二鳥。こちらは割と小さめの調味料ケースですが、すっぽり収まってくれました。次にご紹介するのがダイソーの目玉焼きシートです。アルミのものと紙製のものの2種類があり、両方買いました。こちらを使うことでフライパンを汚さず、複数のおかずを一度に作れ、時短になります。両方ともシリコーン加工がされているので油いらずでヘルシーかつ経済的。この中で焼いてこのままお皿に移せるし、使い捨てタイプのものなので何もしたくない時に洗い物をなくせる主婦の味方のアイテム。サイズは全く同じですが、アルミの方は13枚入り、紙製の方は15枚入りと紙の方が2枚多く入ってます。それぞれ使い比べてみます。隣同士がくっつかないので、完成したらシートのままお皿に移したりお弁当箱に入れられます。調理後もフライパンは綺麗なままです。紙製の方も使ってみます。
過去に同じく複数のおかずを一度に作れるシリコーンリングをご紹介しました。今回のものは使い捨てタイプでより楽できるのと、油なしで調理できるのがいいところです。ダイソーでスタッキングできる耐熱ガラスマグカップを買いました。そこにくぼみがあり、積み重ねられるのが特徴です。重ねて収納することで場所を取らず小スペースになってとても便利。耐熱温度は120度。熱湯は入れられますが、レンジ、食洗機、オーブンは使用できません。とっても持ちやすく、何より軽くて扱いやすいです。底がぷっくり膨らんで上に行くほど細くなった形状もお気に入り。ちなみに同じ商品同士ではなくても大きさが同じコップであれば重ねることができます。以前ご紹介したダイソーの換気口粘着抗菌フィルター、トイレや洗面所の換気扇につければ定期的に取り替えて交換するだけなので、掃除やお手入れが楽になります。数ヶ月前に貼り付けたところをご紹介しましたが、今回は様子を見て取り替えてみます。全面に粘着テープがついたものなので、勝手に剥がれてしまう可能性も低く、しっかりと貼り付けられます。サイズは20センチ ×20 センチの正方形サイズ。使いたい場所の換気扇に合わせてカットして使えます。